ケイミーのケミです。皆さんこんにちは。今日は都議会議員の森澤恭子さんをゲストにお招きしています。もし一つ目を見逃したっていう方はこちらをまずチェックください。ということでお着替えありがとうございます。ありがとうございます。素敵です。とっても着物みたいお似合いで、ありがとうございます。またちょっと雰囲気が変わりましたね。で、京子さんのお話伺っていて、やっぱりちょっとこうお仕事の顔と、もう一つの誰もが持っているこうちょっとプライベートなお話にちょっと行きたいなと思うんですけど、お子さんいらっしゃってご結婚もされてると、伺ってるんですけど、それとやっぱりこう民間の企業で働かれていて、離婚して政治家になられたっていうことだけを考えても、もうめちゃめちゃタイムマネジメント大変なんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりどうされてますか？そうですね、かなり夫とあと実家の母に手伝ってもらっているのは事実ですね。コロナでちょっとこう地域のイベントとか夜の会合っていうのは少なくなってますけど、それまでやっぱり夜遅くかかることとか、あと土日も結構出なきゃいけないっていうことが多かったので、そういう時は本当に手伝ってもらってました。議会が遅くなることもあるので、そこは、かなり夫に協力してもらってますね。じゃあそのパートナーであるこう旦那様の生活もやはりこうちょっと変わられたみたいな。そうですね、夜私が出なきゃいけない時は本当6時ぐらいに帰ってきてもらってバトンタッチをするとか、結構そういう、やり取りをしてました。なるほど。京子さんから見て旦那様ってどんな方ですか？そうですね、かなり私が自由にやるのを、許してくれてるっていうやるはあれですけど、自由にやらせてもらってるなっていうのはありますね。そうですよね。なんかすごくお話聞いていて、旦那さんってどんな方なんだろうってこう、自然と興味が湧いてきまして、素敵な京子さんのパートナーさんで、実は事前に旦那さんにちょっとインタビューをしてコメントをいただきました。ちょっとそれを読み上げてもいいですか？ありがとうございます。お手紙コーナーみたいな。私がちょっと質問させてもらったのは、まず旦那さん自身が京子さんを応援したくなる理由って何ですかっていうこと、これは実際YouTube とか拝見していて、選挙活動の時に、京子さんの後ろの方で旦那さんが応援されてて、夫ですっていうたすきをかけられているのがすごくやっぱりこう現代風というか楽しくて面白いなと思ったのと、やっぱりすごくそのファミリーでチームでやられることを感じたんですよね。で、どうして応援してますかって聞いたところ、特に理由はないのですがいう中で、妻のやりたいことを応援するのはすごく自然なことですっていうことで、ほうほうということで、じゃあ奥様が京子さんが議員になって楽しいこととか良かったこととか、得したなって思うことってありますかってお伺いしたところ、お子さんがやっぱり政治にすごく興味を持つようになったので、将来的にいいかなって言ったところとかそしてもう一つ面白いなと思ったのが、やはりご自身が選挙活動を含めて普通ではなかなか経験しないことを経験させてもらっていると。で、それについて自分もやっぱり糧にして頑張ろうっていう刺激になっているという。意外でしたいやでもこれすごくなんかこうイメージ的にどちらかがこう議員で選挙をこうサポートされている、議員活動をサポートされている配偶者の方がいるとして、こう結構そのメインと光と影じゃないんですけど、ちょっとそういう関係性かなって私は結構偏見で思ってたんですけど、旦那さんはそれを取り入れて、こういうことかっていうのを自分のやっぱり人生やキャリアにも刺激になってるよっていう、そのこう対等感というか楽しまれてる感じがなんかとってもなんか現代風カップルというか感じがしたんですよね。聞いて意外な回答だなと思ったんですけど、すごく私が助かってるのは、結構やっぱりこの政治的な考えというか、やっぱり私も4年ちょっとやってると、なんか政治の世界での考え方ってこうなんだよねみたいなところがあったりするんですけど、そういう話をちらっとすると、いやそれをなんでそうなのみたいにこう冷静に返してくれる、こう普通の感覚で返してくれることがあって、そうだよなと思って、ちょっとこうそっちに寄ってたなみたいな、普通の感覚だと違うよなっていうのを思い起こさせてくれるというか、すごく冷静なので、それはすごく助かってます、ね。なるほどですね。こうじゃあ客観的に判断するこうすごく頼れる
有権者市民がそうですね。いや本当にそうですね。どういうリアクションなのかみたいな。そうですね。普通のやっぱり会社員として働いている中でのこう見えてる政治、そのメディアとかを通して見えてる政治とか考えたときに、やっぱり冷静な視点をくれるのはすごくありがたいですね。旦那様がやっぱり会社員のその生活を続けていらっしゃる中で吸収している情報とか、やっぱり感覚みたいなものを逆に京子さんもそうですね。それはありますね。なるほどですね。であともう一つ最後に質問したのがそうは言っても私もイギリスの BBC に出させてもらった時にやっぱり日本から来たおしんですって紹介されたんですよねまだ 5年前なんですけどやっぱり国際的にも日本女性が働く中でやっぱり何か辛い思いをしてるんじゃないかみたいに思われがちなところもある中でそういう男性が奥様のその女性の仕事をサポートするっていうことが、やっぱりその理由やそういうことをされている周りの同僚の方とかご友人がいるとしたら、共通点で何だと思いますかっていうところをお伺いすると、ちょっとなんて言うんでしょうかね本当に女性を応援するっていう意識ではなくて、やりたいことをやっていることを楽しんでサポートしているだけですと別に女性活躍を応援するみたいな感覚ではないんですよっていうご意見とあとは妨げないようにしていることは気をつけているんだけれどもやっぱり女性で政治やビジネスの世界で活躍されている方を支えているパートナーさんがいるとしたら、その相互理解というか、妨げないとか、パートナーを応援しているだけですっていうような感覚は前提としてあるんじゃないかなっていうふうにおっしゃってたんですよね。なのでちょっと私がこのコメントを伺って思ったのは、そうは言ってもなかなか自分のやりたいことを応援してくれる方に出会いにくいとか、あとはやっぱりちょっと言えない遠慮して言えないみたいな方もいるのかもしれないんですけど逆に大学時代で知り合われたっておっしゃってはいたのですが、やっぱり自分のありのままの願望とかイメージとかビジョンとかを伝えることでなんかそれ面白いって、一緒にその経験することが面白いって思ってくれる人がやっぱり寄ってくるというと変ですけどそこ隠さない方がやっぱりいいパートナーシップに出会えるんじゃないかなって思ったんですよね。ちょうど結婚前に、結婚が決まる頃に、結婚しても自由にやるからねみたいな話を私からしたんですよね。そしたら夫も、自分もそうするからっていうなんかお互いに自由にやりたいことをやっていこうみたいなコンセンサスはそこでなんかあったかなっていうのはありますね。確かにこれでもちょっとヒントになるところもあるんじゃないかなと思ったコメントでした。はい。